皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、トランプ前大統領が共和党の正式な大統領候補者に決まりました。それに合わせて副大統領候補も発表されたのですが、この人物がトランプクローンと呼ばれるような主張をしており、今後トランプ政権が誕生した際にはどのような政策になるかをある程度把握することができます。そのため今回は副大統領候補に決まったバンス氏の主張をもとにしてトランプ政権がどのような方向性を持っているか解説していこうと思います。なお、ここ最近ちょっとアメリカの話ばかりが続いているのは、アメリカの政策がどうなるかによって日本もまたこのチャンネルで多く取り上げているウクライナ情勢にも多大な影響があるからです。未来において何が起こるかある程度伏線が張られているような状態ですので、ぜひとも国際情勢についてのニュースも見ていってください。まずはどのような人物が副大統領候補に指名されたのかを見ておきましょう。銃撃事件のあった直後といったこともあり、トランプ氏の耳にはガーゼが当てられた状態です。そして写真右側の人物が今回副大統領候補に指名されたバンス上院議員です。トランプ氏の年齢が78歳、バンス上院議員が39歳と、この年の差があることこそがトランプ氏がバンス上院議員を指名した理由の一つともなっています。もしも大統領に何かがあればその職務を引き継ぐのが副大統領です。共和党の他の有力議員たち50代、60代といった人たちを一気に追い抜いてもっと若返ることも可能だということをアピールするため、この人物を選んだとも言われています。バンス上院議員は貧しい家の出で、母親は非常に荒れた生活をしていたこともあり、バンス上院議員の幼年時代は必ずしも恵まれたものではありませんでした。高校卒業後に軍に入隊し、後方勤務ながら外地での活動も経験しています。帰国後、オハイオ州立大学を卒業後、イェール大学のロースクールで法務博士の学位を取得しています。白人の労働者層の生活の辛さといったものを描いた本を書き、これが大きく注目されるきっかけとなりました。そして初期の頃は反トランプの主張をしていたのですが、それでは共和党の中で芽が出ず、トランプ派に転向。以後はトランプ氏の主張に沿う政策論などを展開しています。銃撃事件直後からの精力的な活動を行うことによって、トランプ氏は共和党内部における支持者固めに成功していると言えるでしょう。なぜならば、共和党の大統領候補にはなったわけですが、だからといって共和党の中が完全に一枚岩ではありません。共和党の中には反トランプ層の人たちもいるからです。しかし、もしかしたら殺されてしまったかもしれないといった事件の直後といったこともあり、反トランプの共和党支持者の人たちは声を上げにくくなっています。そして、事件直後の顕在さをアピールすることによって、彼を明確に支持する表明をしている人もいます。例えば、電気自動車メーカーテスラのイーロン・マスク氏は、毎月71億円程度の資金援助をするだろうと報道されています。電気自動車メーカーにとってトランプ氏の政策は必ずしも良いものではありません。というのも、現在のバイデン政権においては、電気自動車は推進すべきだとして補助金がつけられています。しかし、トランプ政権においては、電気自動車の補助金はなくなる可能性があります。彼自身は、化石燃料をもっと活用すべきだという考えを示しているからです。アメリカ国内には、シェールガス、シェールオイルといった眠れるエネルギー資源が大量にあって、これらをどれだけ取るかといったことが注目されています。バイデン政権においては、環境政策をある程度重視することによって、このシェールガス、シェールオイルの開発については、ある程度歯止めをかけてきました。しかし、トランプ氏はそのような歯止めをすべきではない、もっと活用すべきだとしています。そのようにして一見するとトランプ氏を支持しているイーロン・マスク氏に奇妙な感情を持つかもしれませんが、彼が重視しているのはそうしたエネルギー政策ではなく、トランプ氏の掲げる移民対策強化です。アメリカ国内における政治課題の一つ、そして非常に大きなウェイトを占めるのが移民対策です。中南米各国からやってくる多くの不法移民の人たち、これらの人たちを国境でどれだけ弾き返すか、そしてどれだけ入ってきてしまった人たちを強制送還するか、この点について現在のバイデン政権はあまりにも寛容すぎて、非常に多くの不法移民が発生しています。従来住んでいた人たちにとっても圧力が生じますし、また現実問題として多大のお金を支出し続けているといった問題もあります。トランプ氏はこうした問題に対してもっと取り締まりを強化し、強制送還も進めるし、よりアメリカに入れないような壁の建設なども強化するといった話をしています。その点をイーロン・マスク氏は評価していると言われています。そして
多くの移民が入ることによって彼らが安い労働者として働くことによって弾き出されてしまったと考えられているのが白人労働者層です。そしてこの白人労働者層は移民だけではなくアメリカの進めてきた自由貿易の推進によっても割を食ったと考えています。そこでターゲットになっているのが中国です。中国が世界の工場として安い製品作りをしてそれらがアメリカへとどんどんと流れ込んでくる。この価格競争においてアメリカで物を作るよりも中国で作ってしまおうといった考え方を主流となって雇用が失われてしまったというわけです。実際高付加価値の商品であったとしてもアメリカで作っていないものはたくさんあります。その代表例として言えばアップルの各種製品でしょう。世界中に販売されているアップルの例えば iPhone であればその生産地はアメリカではなく中国やベトナム、インドなど基本的にはアメリカ以外のところで生産されています。もちろんもともと安いものについても中国で作られているものが多いわけで値段が高くても安くてもアメリカで作っていないとなればそれらについて少しでもアメリカで生産しアメリカ人を雇用すべきだといった考え方からアメリカの国産製品化運動といったものを進めたいというのがトランプ氏の考え方です。そして大量に中国製品が入ってくるのを防ぐためにも対中国の貿易赤字を少しでも減らすためにも関税を強化するという政策を考えています。そして今回副大統領候補に指名されたバンス上院議員もまたこうした政策については全て同じ考えを示しトランプ氏のクローンであるかのように見られているわけです。バンス氏は言います。アメリカは中国の抑え込みに専念すべきである。アメリカは世界中の事象について対応できる能力はないのであり、ありとあらゆる問題についてアメリカに責任を負わせる方がどうかしているというような考えを示しています。そのような考え方から出てくるのが対中戦略重視なわけですが、これ自身は日本にとっては助けにはなるのですが、しかしその考え方の狭さからやってくるのがヨーロッパのことはヨーロッパに任せておけばよいというウクライナ放置政策です。バンス氏はウクライナ情勢についての問いかけに対しては正直どうでもいいと答え、またそれ以外にも現在の戦争を終わらせるためにもウクライナはロシアの求める領土については認めればよいじゃないかという話をしています。先日ロシア軍によるウクライナの小児病院への攻撃に関しても悲しい出来事ではあるが、アメリカには世界の全ての事象に対応できるわけではないとはっきりと関わり合いを持ちたくないという話をしています。こうしたこともあってバンス氏が副大統領候補になったというのはトランプ氏についても同様の意見を持っているだろうと見られて、ヨーロッパ各国の政治家はトランプ政権が生まれた際のその影響の大きさについて不安を口にしています。トランプ氏自身は大統領に自分がなったらすぐにでもウクライナでの戦争を終わらせることができるという話をしていました。その方法としてどのようなことをするかといったことの具体案については明かしてはいませんが、少なくともバンス氏の発言を見るにトランプ氏の戦争を終わらせるという言葉の裏にはウクライナへの支援を完全に打ち切ってウクライナに条件付き降伏を迫るといった考え方を示すのではないかと見られています。ただこのような方法は当然のように後々まで悪影響を及ぼすことになります。他国に軍事侵略してそれを認めるようなことをするというのであれば他の国が同様のことをした際に一体誰が止められるというのでしょう。例えば中国が軍を動かした際にウクライナと同様にして中国の申し分の通りに領土を明け渡せなんていう話になりかねないような前例となるわけです。現在バンス上院議員はトランプ氏の政策を全くコピーしたような話ばかりをしていて、しかもそれでいてトランプ氏の言っていないような部分までその手の内を明かしています。国内政策上においてはアメリカ国内の話なので日本人はそれほど気にしないでもいいわけですが、しかしトランプ氏、バンス氏両氏ともにとにかく外交政策が中国に偏りすぎていて、その視野の狭さには残念ながら弊害が凄まじいものとなりそうです。トランプ氏がせめて共和党内部における自分とは少し離れた人物を副大統領候補にすることによってバランスを取るようなことをしてくれればよかったのですが、残念ながら今回の人選は彼の信奉者のような人物を副大統領候補にすることによってこの路線はもはや変えられないものと見た方が良いでしょう。残念ながらあとは民主党のバイデン大統領がこのまま出るのか、それとも若返りを図って別の人物を当ててくるのか、そのあたりが注目点となります。そして現在のままであればバイデン大統領の
法令不安といったものは非常に大きなものがありますから、私はこのままだと民主党は負け戦へと突入することになってしまうと見ています。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたのコメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。